やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、怪しさしかないのに妙に癖になる音が出るイヤホンを取り揃える、ラクティアーから、現行フラグシップモデル、自称 6BA1 ダイナミックドライバー。でも、実際には左右の合計数なので、本当のところは 3BA1 ダイナミックドライバー。合計4ドライバーのハイブリッドモデル、ラクティアー LF4 だ。型番の方は素直にドライバ数になってるのがまた味わい深い。ラクティアーは国内からは、前回、3月末のセールの時に突然現れたように見える、中華低価格、多ドライバーイヤホンの定番である、KZ や TRN のような、安価ながら魅力的なスペックを持つイヤホンを投入してきたブランドだ。ただ、KZ とか TRN が、なんだかんだ怪しい中、しっかりとスペック通りの働きをする製品を販売し、現在では定評のあるブランドになった一方、ラクティアーの商品説明は、ベリリウム DLC 複合ダイナミックドライバーなどなど、とんでもなスペックがこれでもかというくらいに並んでいる。さすがにこれは嘘だろと思われるような文言が踊っていたり、それでいて、騙されてやるかと考えられるようなお手頃な値段だったり、とどめに自社の独自企画なのか、それともロット単位で間違ったのか、左右で位相が違い、それをケーブルで補うとかいう謎の方式になっている。リケーブルの利便性を自ら潰していく謎の挙動。そんなわけで、現在、好き者には大沸騰中の、謎のかぐわしいブランド、ラクティアーなんだけど、今回紹介する、LF4 は、その中でも現状暫定フラグシップモデル、3BA1 ダイナミックドライバーは、恐竜的進化を遂げる、低価格マルチドライバー市場の中ではおとなしく感じるかもしれないけど、世界の平均からするとかなり多い方だからな。うさんくさいスペックのところでも触れたけれど、本気は 3BA1 ダイナミックドライバーモデル、3台の BA についてはあんまり記述がなく、ダイナミックドライバーは、この手の低価格モデルで多用される、10mm のダイナミックドライバーを採用している。そこまでだったらいいんだけど、このドライバー、二重軸回路に加え、ダイヤモンドライクカーボンと、ベリリウムのコーティングを同時に施した、という、他社がどこもやってない謎の複合振動板を採用していると豪語してる。多分してない、コスト的に無理だと思う。やってるとしたら相当狂気の沙汰だ。さらに、戦術の通り、位相が左右逆に組み立てられている。これは仕様通りなのかミスなのかはわからないが、純正ケーブルで聞く分には問題なしだ。後から専用ケーブルでも発売するつもりなんだろうか。端子形状は QDC なのに、独自規格にするのは基本的にユーザーからしたら反感しか生まないので、きっと設計ミスだと信じたい。LF4 が属する、LF シリーズは、樹脂製のハウジングと金属製のフェイスプレートに、中間にドライバ類が収まる、おそらく 3D プリンタ成形のブラケットが収まった構造を持っている。この 3D プリンタによるブラケットは、明らかに今後の発展を想定したものになっていて、ほとんどの BA が収まると思われる、直方体の空間がいくつも開いたまま用意されている。今後、さらなるモンスターモデルが登場するのか、それとも夢だけに終わるのか、音は面白いのでこのまま新商品をリリースしてほしいところではある。そんな将来の発展性を期待させるブラケットのうち、実際に BA が収まっているのは、1箇所、おそらく、2台を1ボビに統合したもので、残り1台はノズル内に配置されている。BA ドライバの配置的に、LF2 の音色を、遠くに配置された BA ドライバがさらに補完する。という形なのが、LF4 のチューニング、ということになりそうだ。それから、フェイスプレートが個性的で、ここで気になった人も多いはず。おそらくメッシュによるダストガードの鉄板を、そのまま挟んだような下地の上に、デザインされた金属製のフェイスプレートが乗っかっている。結構派手に背面からも音を聞くことができるので、どうやら少なくとも一部はちゃんと開放された、実際の背面ベントになってるみたい。LF4 は樹脂ハウジング側に開放部分を持たないので、この背面のメッシュ部分から音を抜いていると思われる。というわけで、意外と面白そうな要素を持っている LF4。もうちょっと真面目なスペック表記でもよかったんじゃないかな、と思わんでもないが、この怪しさで買ってしまったので、あんまりうるさいことは言えないな。音色を見ていこうか。LF4 の音色は、強烈で、やかましく、パワフルだ。開放感が強く、高音は結構刺さる、と感じる人も多いかも。背面開放により、高音域がかなり突き抜けて聞こえやすく、1BA1 ダイナミックドライバといっても疑わないような各音色の輪郭の明瞭さ。また、ラクティアーのここまでレビューしてきた3機種は、最低限のダストフィルター的役割しか持たない、ノズル内フィルターを持っており、さらにはそのすぐ奥には、BA のノズルが見える。明らかに、この1台の BA の音色を強烈に主張させるデザインで、LF2 と LF4 は、このノズル内 BA とその背面の二重軸 10mm ダイナミックドライバによって、ほとんどのキャラクターが作られていると思っていいだろう。
LF2 でも言ってるんだけど、全体的に主張が強くて、過去の、ちょうど5年前の中華イヤホンのようなチューニング。それでいて、中華低価格ハイブリッドは、3年前くらいからかなり精度的に良くなったので、刺さらなくなったり、音が割れなくなったりと、実用面で大きく進歩している。ギターの音色が力強く聞こえたり、息遣いが近くで聞こえたり、という強調はあるんだけど、それが乱暴な表現になってないのが、2022年にこの調整のイヤホンを出した意義になるんじゃないかな。品質は2022年、チューニングは2017年なイヤホン。っていうのもなかなかワクワクするもので、うさんくささも相まって、実に楽しいイヤホンに仕上がってると思う。逆に、うさんくさいのが苦手な人は、音、品質双方であんまりおすすめできない一台だ。本機と、回帰種、LF2 の比較なんだけど、実は、一聴した時は明らかに LF2 の方が好みだった。が、数時間のエイジングでこちらも好みになった。どれかの BA ドライバーの音色が少し暗かった状態が、エイジングでビッカビカになったんじゃないかと思われる。下品なくらい派手だけど、それこそが楽しい音だ。LF4 はきちんと慣れると、1BA1 ダイナミックドライバーのようなダイレクト感と、LF2 より若干音の隙間を埋めるような情報量が付与される。ハイブリッド臭くてたまらない、シャープな音が聞きたいなら、LF2、LF4 ともにおすすめだけど、多分 LF4 の方が多くの人に受け入れられるんじゃないかな。なお、元のバランスがかなり凶悪なので、そもそものパイが小さい件については見なかったことにするように。そうそう、LF4 と同じくらいの価格帯には、もう一台、同じ構成のライバルがいる。CVJ-CS8 は、LF4 と同じ 3BA1 ダイナミックドライバーで、なおかつ国内だとあんまり知名度のない低価格ハイブリッドイヤホンだ。CS8 の方が汎用性があり、うまく整った一台なんだけど、見た目、音色の奇抜さなんかを考えると、LF4 の方が買い求められそうな印象がある。特に、外装デザインでビビッときて、レビューするから危ないからちょっと待ってろって言ってるのに我慢できないで買っちゃう人とかいたからな。きっと購入の前情報を得たくてここに来た人は、見た目で気になった人も多いと思う。見た目は裏切らない品質、音質についても癖はあるが、なかなか面白い仕上がりになっていて、10分におすすめできるぞ。うさんくささが気になってる人は安心しろ。聞いてもうさんくさい。というわけで、ラフティア LF4 は、うさんくさいイヤホンが好きな人、数年前の中華イヤホンの音を懐かしむ人におすすめだ。強烈な高音域、強烈なサブベース、以前よりは出るようになったボーカル帯域。高音域はうさんくさいまでにきらめいて、うさんくさい説明書きとうさんくさい誇張された音色を楽しめる。舌が痺れるくらい化学調味料をぶち込んだ、低価格ハイブリッドイヤホンだ。高品質なイヤホンは間違いなくいいものだけど、たまにはこういう変化球もたしなんでみてはいかがかな。ピュアなサウンドを求めている人は多分数秒で諦めるからやめとけ。と、こんなところだな。バランスは崩してる感じがするけど、楽しい音、こういうのこそ、低価格中華に求めているバランスな自分には満足の一台だ。あなたにはこの一台、どう映るかな？多分全員にうさんくさく見えてると思うけどな。といったところで今回はここまで。